机に向かう一人の男の写真。 AI で色を入れてみる。開いた書類に手を添え、まっすぐカメラを見つめている。仕立ての良いスーツにストライプのネクタイ。ごく普通の勤勉な日本の役人に見える。だがこの男は外務省の命令に背き、独断で6000人のユダヤ人の命を救った。1940年、リトアニアのカウナス、ナチスから逃れた難民が領事館の前に殺到した。杉原は外務省に3度ビザ発給の許可を求めた。回答は3度とも却下だった。それでもこの男は万年筆を握った。外交官として職を失う覚悟で独断でビザを書き始めたのだ。腫れ上がった手で駅のホームでも書き続けた。書いたビザは2139枚。そして彼が書いたビザを手にした難民を温かく迎えたもう一人の日本人たちがいた。福井県敦賀港。これは一人の外交官と市井の日本人たちがつないだ命の物語だ。名を杉原千畝という。人道博愛精神第一。職を賭して忠実に、国家の命令に背いてでも目の前の命を救うことを選んだ男の物語がここから始まる。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。木曽川の川岸に並ぶいかだ。 AI で色をつけてみる。岐阜県八百津町。木曽川が町を東西に貫いて流れている。陸上交通がまだ発達していなかった時代、長野木曽の山で切り出された材木はこの川の流れに乗せて運ばれた。八百津の川港でいかだに組まれ、三重の桑名や名古屋の白鳥まで流していく。八百津という地名は川港がたくさんあったからとも言われる。物資が行き交う港があったからという説もある。木曽川の流れがこの町を育ててきた。そんな川港の町で1900年元旦、一人の男児が生まれた。父杉原芳美は税務官。田畑がどんどん増えるように、そう願って千畝と名付けた。家族の名古屋転勤に伴い、千畝は愛知県立第五中学校に通った。英語の成績は抜群で、教科書を丸暗記する記憶力。先生たちは語学の天才と呼んで可愛がった。千畝の中である夢が膨らんでいた。英語の教師になりたい。しかし父は息子の進路を一方的に決めていた。医者になれ、慶城医学専門学校を受験せよ。千畝は試験会場に向かった。そして答案用紙に何も書かなかった。母の弁当だけ食べて帰宅した。意図的に白紙で落ちたのだ。父は激怒した。二人の関係はここで決定的に断たれた。凛々しい眉、立派な口ひげを蓄えた海軍軍人。胸には3つの勲章。 AI で色を入れてみる。広瀬武雄、日露戦争、旅順公平、即作戦で戦死した海軍中佐。千畝が子供の頃から憧れた人物だった。子供の頃、千畝は広瀬中佐の歌を口ずさんで育った。その広瀬もまた若き日にロシアへ官費留学していた。1918年、18歳の千畝は家族と決別して上京する。早稲田大学高等師範部英語科に入学。しかし父からの仕送りはピタリと止まった。新聞配達のアルバイト、破れたインク染みのズボン、食うものにもことかく一年。ある日、図書館の掲示板に貼られた一枚のポスター。外務省留学生試験、国費で留学できる、飯も食える。千畝は即座に決意した。法学、経済、国際法、外国語2科目の難関。千畝は図書館にこもり、ロンドンタイムズを読み漁った。猛勉強の末、千畝は見事合格を勝ち取った。ロシア語の看板と漢字の看板。一つの街角に並ぶ
二つの言語。AI で色をつけてみる。満州、ハルビン、洋装の女性、中国服の人々、子供たちが行き交う通り。1919年10月、19歳のチューネはこの町に降り立った。入学したのはハルビン日露共海学校。満鉄総裁、後藤新平の提唱で設立された対ロシア人材養成の専門学校だ。ハルビンは国際都市だった。ロシア人、中国人、ユダヤ人、朝鮮人、日本人、世界中の言語が街角で交差していた。チューネはロシア語に没頭し、英語、ドイツ語、フランス語までもマスターした。ハルビンの空気が語学の天才に翼を与えた。街角に立つレンガ造りの4階建て。AI で色を入れてみる。ハルビンの日本総領事館。各階にバルコニーが並び、屋上には旗竿が立つ。1923年、24歳。チューネは外務省書記生として採用され、ここに着任した。一等書記官兼通訳官。ロシア語の能力は総領事をして外務省を切っての秀才と言わしめた。チューネはおよそ600ページに及ぶ大論文を書き上げる。ソビエト連邦国民系在大官。本国外務省はこれを高く評価した。26歳にしてチューネはソビエト問題のエキスパートとなっていた。きちんと髪を分けた若きチューネの肖像。AI で色を入れてみる。スーツにネクタイ。まだあどけなさを残す眼差し。ハルビンでチューネは20代を過ごした。ロシア語に没頭し、外交官としての血を築いていく日々。そんな青年外交官だったチューネがある女性と出会う。クラウディア・セミオノブナ・アポロノは22歳。ロシア革命を逃れて満州へやってきた貴族の娘だった。二人はハルビンの小さな教会で結婚した。チューネはロシア正教の洗礼を受ける。洗礼名はセルゲイ・パービッチ。ロシア人の妻とロシア語とロシア正教と。チューネは人生の中心をすべてロシアに置く青年外交官となった。北満鉄道の機関車。AI で色をつけてみる。黒光りする鉄の塊。立ち上る白い蒸気。1932年、満州事変の翌年、関東軍は満州国を建国していた。チューネは満州国外交部のロシア課長としてある任務を命じられた。北満鉄道、別名東進鉄道のソ連からの譲り受け交渉。ソ連が当初要求した譲渡金は6億2500万円。法外な数字だった。チューネは徹底的に調査を行い、ソ連側の水増しを一つ一つ突き崩した。最終的な妥結額は1億4000万円。外務省の文書はこう記した。東進鉄道譲渡交渉の成功は杉原書記官の有能さによるものである。しかし、この才覚に目をつけたのが関東軍だった。橋本金五郎大佐はチューネを呼びつけ、金で関東軍のスパイになれと迫った。チューネは即座に拒否した。橋本は執拗に追い、不穏な噂がチューネの耳に届く。ロシア人の妻クラウディアは関東軍にとって都合の良い人質でもあった。チューネは満州を去る決意を固めた。クラウディアは満州に残る道を選んだ。戦争の影が濃くなる時代、ロシア人の彼女が日本に渡れば何が起こるかわからない。二人は別離という形で別れを選んだ。チューネは単身日本へ帰国した。スーツのチューネと着物姿の若い女性、並んで写る一枚。AI で色を入れてみる。聡明な目、控えめな笑み、結い上げた黒髪。菊池由紀子。チューネより23歳年下。チューネの親友、菊池文雄の姪だった。文雄が亡くなった後、由紀子は京都から東京の兄を頼って上京していた。チューネとは紹介で出会った。天真爛漫で好奇心旺盛でよく笑う娘だった。チューネはその明るさに惹かれた。ある日、チューネは唐突にプロポーズした。ユキコは驚いた。だが、すでにチューネの人柄に魅了されていた。私でよろしければ、
1936年、二人は結婚した。新居は池袋の安下宿。結婚式もない。新婚旅行もない。帰国後、冷遇されていた中根に結婚式の余裕などなかった。由紀子はそれを承知で、この男のもとに嫁いだ。この若い妻が、後に夫の最大の決断を静かに支えることになる。ヘルシンキの港、AI で色をつけてみる。石造りの建物が立ち並び、市場には人が集まる。係留された蒸気船と行き交う車。1937年9月、中根はフィンランド赴任を命じられた。横浜港から太平洋を渡り、ニューヨークを経由してヨーロッパへ。杉原一家5人の長い船旅。ヘルシンキで中根は公使代理として2年間勤務した。赴任中、次男千秋が誕生した。平和なバルト海の町で過ごした束の間の家族の時間だった。カウナスの大通り、AI で色をつけてみる。リトアニアの首都、近代的なビル、街路樹、行き交う人と一台の古いトラック。1939年7月、外務省から訓令が届いた。リトアニアに領事館を新設せよ。領事代理として赴任せよ。突然の辞令だった。中根の本来の希望はモスクワだった。得意のロシア語が活かせる場所。しかしソ連政府は中根の入国を拒否していた。ペルソナ・ノン・グラータ、好ましからざる人物。理由は白系ロシア人と親交があるというものだった。ソ連が拒んだ外交官はその代わりにソ連と国境を接する小国に送られた。それがリトアニアのカウナスだった。調印式の写真、AI で色を入れてみる。書類にサインするモロトフ。その後ろにドイツのリッペントロップ、ソ連のスターリンが並ぶ。1939年8月23日、独ソフ過信条約が調印された。二人の握手の裏には秘密議定書が隠されていた。ポーランドをドイツとソ連で分割する。バルト三国をソ連が支配する。歴史を変える密約だった。9月1日、ドイツ軍がポーランド国境を越えた。9月17日、ソ連軍が東部から侵攻した。ポーランドはわずか1ヶ月で消滅した。第二次世界大戦の幕開けだった。中根のいるリトアニアはドイツ軍とソ連軍に挟まれた最前線の小国となった。カウナスの日本領事里地官。中根の執務室は地下室だった。中根の任務はドイツ軍とソ連軍の動きを偵察し、本国に伝えること。諜報活動が領事代理の本業だった。平和な丘の上の領事館。その地下室で中根はヨーロッパの戦況を見つめていた。電車の前に並ぶ女性と子供たち。AI で色を入れてみる。頭にはスカーフ、胸には黄色い星のマーク。行き先を彼らはまだ知らない。ナチスドイツによるユダヤ人迫害。1933年、政権を握ったヒトラーはユダヤ人を劣等民族と決めつけた。商店の襲撃、職業からの追放、市民権の剥奪、そしてゲットーへの隔離、強制労働、強制収容所。ヨーロッパ各地でユダヤ人は列車に乗せられた。行き先はアウシュビッツ、トレブリンカ、ソビボル。ガス室で、銃殺で、餓死で、彼らは殺されていった。ヨーロッパに住むユダヤ人850万人のうち500万人が殺された。生存率は6人に1人。そして生き延びるためのわずかな道。それはシベリア鉄道に乗ってアジアへ逃げる道。日本を経由してアメリカやパレスチナへ渡るしかなかった最後の出口。それがチウネのいるカウナスだった。軍帽をかぶり、胸に数々の勲章を下げた一人の陸軍軍人。AI で色を入れてみる。樋口、喜一郎、関東軍春、ピン徳無期間だが、中根がカウナスに赴任する1年前のことだ。1938年3月、満州とソ連の国境、
オトポール駅。ナチスの迫害から逃れた数千人のユダヤ人難民が極寒の中で立ち往生していた。満州国は彼らの入国を拒んでいた。報告を受けた樋口少将は即座に決断した。満州サトロ経由での通過を許可せよ。食料と衣服を与えよ。ドイツの抗議が殺到した。しかし、樋口は屈せず、最終的に約2万人のユダヤ人を救った。オトポール事件と呼ばれる知られざる日本人の善行である。樋口喜一郎の物語については別の動画で詳しく語っている。興味のある方はぜひそちらも見てほしい。そしてその2年後、中根のもとにも同じ運命が迫っていた。領事官の白い門柱越しにコートと帽子に身を包んだ男たち。AI で色を入れてみる。鉄柵の向こうからこちらを見つめるすがるような眼差し。1940年7月18日早朝、中根が窓の外を見ると信じられない光景が広がっていた。何百人ものユダヤ人が領事館の門前に集まっていた。ポーランド、リトアニア、各地から逃げてきた難民たちだった。鉄柵にしがみつき、声を張り上げている。日本、通過ビザをください。家族を、子供を、救ってください。群衆は刻一刻と膨れ上がっていった。長男ひろきはその光景を生涯忘れることがなかった。なぜあんなにたくさんの人が家の前に集まっているの？幼い息子の問いに中根は答えられなかった。太い円の眼鏡をかけた一人の男の肖像。 AI で色を入れてみる。ゾラフ、バルハフティック。中根は領事館前の群衆から選ばれた5人の代表を館内に招き入れた。その中の一人がこの男だった。後にイスラエルの宗教大臣となる男だった。代表は絞り出すような声で言った。我々はナチスから逃げてきました。家を奪われ、家族を奪われ、命を奪われる側にいます。日本通過ビザを発給してください。ビザがなければソ連は出国させてくれません。シベリア鉄道に乗ることもできません。そして我々はナチスに殺されます。中根はその場で答えなかった。外務省の指示を仰ぐ必要がある。そう告げて代表たちを送り出した。机に並ぶ調印式の3人。 AI で色を入れてみる。右にヒトラー、中央にイタリア外相ガレアッツォ・チャーノ伯爵。立って演説するのは中独日本大使ライス三郎。1940年9月27日ベルリン。日独伊三国同盟が結ばれる瞬間だった。その2ヶ月前のこと、ビザ発給の許可を求める中根の電報が東京の外務省に打たれた。返事はこうだった。不要。中根はもう一度打電した。不要。中根は3度目の電報を打った。回答はこうだった。通貨ビザ発給に関しては規定通り処理せよ。外務省の規定は明確だった。第一に渡航宣告の入国許可を持っていること。第二に滞在に十分な所持金を持っていること。この2つを満たす者にのみビザを発給する。これが外務省の決まりだった。だが領事館の門前に並ぶユダヤ人は何も持っていない。着の未知のまま命だけ持って逃げてきた人々だった。時は1940年7月。外相は対独強硬派の松岡洋介。日本はナチスドイツとの軍事同盟締結に向けて急速に動いていた。ナチスが迫害するユダヤ人を日本が大量に受け入れる。それはこれから同盟を結ぼうとする相手国の方針に真っ向から逆らう行為だった。外務省としては規定を盾に慎重にならざるを得なかった。しかしその判断と目の前で死を待つ難民の現実との間には深い溝があった。ゴーシェナソファーの中央に中根と妻ユキコ、2人の幼い息子。 AI で色をつけてみる。その周りに家族や知人たち十数人の集合写真。杉原中根にとってこの人々が全てだった。眠れぬ夜が
何日も続いた。領事館の窓の外に何百人ものユダヤ人が立ち尽くしていた。チューネは考え続けていた。外務省の規定に従えばビザは出せない。だがビザを出さなければ彼らはナチスに殺される。外交官として国家の命令に背くことの重さ。もし発給を強行すれば自分は職を失う。家族はどうなるのか。妻とまだ幼い4人の子供たち。費用船の運賃すら用意できないかもしれない。それでも目の前に立つ人々の眼差しが夜のチューネの脳裏から消えなかった。家族を奪われた老人、子供を抱きしめる母親、痩せこけた方でただ一枚のビザを求めて泣いている人々。彼らは人間だ。国の都合でも戦争の駒とない。一人一人生きるべき命を持った人間だ。チューネは自分自身に問い続けた。外交官としての立場を選ぶのか、人間としての義務を選ぶのか。果たしてどちらが神様の意に沿うことなのか。7月29日早朝、チューネは妻ユキコの隣で静かに告げた。外務省の指示には従えない。ビザを書こうと思う。ユキコは夫の顔を見上げた。職を失うかもしれない。家族はどうなるかもしれない。それでも目の前で死を待つ人々を見過ごすことはできない。チューネの声には揺るぎがなかった。ユキコは深くうなずいた。あなた、それでいいのよ。たった一言だった。その一言で二人の人生は決まった。チューネの決断は後にこう記録される。苦慮、煩悶したあがげくの人道、博愛精神第一という結論。職を賭して忠実に。それは外交官の決断ではなかった。国家の命令よりも目の前の命を選んだ一人の人間としての決断だった。そしてユキコもまた夫の決断と運命を共にすることを選んだ一人の日本人だった。領事館の門前に集まるコート姿のユダヤ人たち。 AI で色を入れてみる。鉄柵越しのすがるような眼差し。7月29日領事館の門が開いた。チューネはビザ発給を開始した。1日200枚、300枚、すべて手書きだった。押すスタンプ、署名する万年筆、確認する書類。寝食を忘れた。妻ユキコは何も言わずに夫の背中を支えた。長男ヒロキも書類を運ぶのを手伝った。領事館の前には長蛇の列。順番を待つ人、子供を抱いた女、老人を支える若者。ビザを受け取った瞬間、絶望の表情が変わる。涙を流す者、抱き合う者、神に祈り始める者。チューネは一瞬彼らの目を見て深くうなずいた。そして次の一枚にまた万年筆を走らせた。書類の一号一号が一人の命に直結していた。チューネにとってビザは紙切れではなかった。それは自分が今人として正しいと信じることを形に変えたものだった。トランジットビザと書かれた一枚のページ。 AI で色を入れる必要はない。もう色がある。杉原良二代理の主印、流麗な署名、日付印。これが命のビザの実物だ。7月末から8月、一月にわたってチューネはビザを書き続けた。睡眠はわずか数時間、食事は口にする間もなかった。手は腫れ上がり、万年筆を握ることもままならない。それでも書き続けた。なぜそこまでして書いたのか。チューネにとってそれは特別な使命ではなかった。困っている人を助けることは人間として当たり前のこと。ただその当たり前を誰よりも徹底してやっただけだった。書類に署名するたび一人の命が救われる。その重みがチューネの腫れた指を動かし続けた。最終的に書いたビザは2139枚。家族同伴を含めると約6000人分。そのすべてがナチスから逃れる命だった。カウナス駅の壁にかけられた青いプレート。 AI で色は必要ない。もう色がある。杉原チューネの横顔のレリーフ。リトアニア語、日本語、英語で記された一文。杉原チューネは1940年9月4日カウナス駅を出発する直前まで命のビザを発給し続けた。ここがその場所だ。リトアニアは
ソ連に併合された。カウナスのすべての外国領事館に閉鎖命令が出された。チューネは領事館を畳んだ。だが、ビザを求める列は消えなかった。チューネはメトロポリタンホテルに移り、部屋で書き続けた。1940年9月4日、いよいよベルリン行きの列車に乗る朝、カウナス駅のホームには数百人のユダヤ人が押し寄せていた。チューネは列車のステップに立ったままビザを書いた。列車が動き出した。それでも車窓から手を伸ばして書類を渡し続けた。許してください。書ききれない。チューネはそう繰り返し、線路に向かって深く頭を下げた。群衆は列車が見えなくなるまで手を振り続けた。福井県敦賀港、 AI で色をつけてみる。岸壁に係留された貨客船、湾沿いの線路、洋風の駅舎、停車する車、子供がしゃがむ風景。杉原のビザを手にしたユダヤ難民はシベリア鉄道でウラジオストクへ向かった。そこから船で日本へ渡った。その船旅の一枚が残されている。日本の船員大迫達夫、隣には笑顔のユダヤ人女性。冷たい海を越える船の上で難民を温かく迎えたもう一人の日本人だった。最初に降り立ったのが敦賀港だった。港に降り立った彼らを待っていたのは意外な光景だった。敦賀の人々は見知らぬ外国人難民を温かく迎えたのだ。銭党派、ユダヤ難民に無料で解放された。商店主たちは自分の店から食料を持ち寄った。子供たちにはお菓子と玩具が手渡された。リンゴを差し出した一人の少年。それを受け取ったユダヤ人の少女は生涯その瞬間を忘れなかった。国際情勢はユダヤ人受け入れに冷淡だった。しかし敦賀の市井の日本人は目の前にいる困っている人をただ助けた。それが彼らの当たり前だった。敦賀港は後に人道の港と呼ばれるようになる。敦賀から難民の多くは神戸へ向かった。避難民の一団が神戸の食卓を囲む写真が残っている。ろうそく、ぶどう酒、カゴに盛られた果物。異国の地で彼らは束の間の安息を得ていた。そして神戸や横浜から船で世界へと旅立っていく。氷川丸の甲板に並ぶ難民たちの集合写真。行き先はアメリカ、カナダ、パレスチナ。杉原千畝が書いたビザの先でもう一人の日本人たちがその命を確かに引き継いだのだ。日本領事館の玄関前に並ぶ千畝と妻由紀子、3人の子供たち。 AI で色を入れてみる。そしてその両脇に立つのはドイツ国防軍の兵士。1941年3月、ケーニヒスベルク、東プロイセン、ナチスドイツの支配下にあった町だ。カウナスを離れた千畝は戦火のヨーロッパを転々とすることになる。プラハ、ケーニヒスベルク、ブカレスト。プラハの公園の門前、ユダヤ人立ち入り禁止と書かれた札。その看板の前で千畝とユキコが並んでいる。6000人のユダヤ人を救った男がナチスが支配する町に立たされていた。各地で諜報活動を続け、戦況を本省に打電し続けた。しかし日本はその情報を生かすことなく太平洋戦争へと突き進んでいった。1944年、ブカレストにいた杉原一家はソ連軍に拘束された。家族は引き離されることなく極寒の収容所で一冬を過ごした。1947年、日本人引き寄者としてシベリア鉄道でウラジオストクへ、そこから船で博多港に降り立った。千畝47歳、故郷の土を踏んだのは10年ぶりだった。戦後の外務省、 AI で色を入れてみる。帰国したばかりの千畝のもとに退職通告が届いた。外務省次官岡崎勝夫からの呼び出し。岡崎はこう告げた。 GHQ から人員削減を求められている。中高年齢者は新陳代謝の対象となっている。千畝は必死に訴えた。妻子を抱えて生活に困ります。岡崎の答えははっきりとしないままだった。カウナスでのビザ発給が直接の理由だったのか、それとも本当に GHQ の方針だったのか。
中根にはもはや確かめる術がなかった。中根は依願退職書にサインした。1947年6月20日、外交官杉原中根の人生はここで一度絶たれた。外交官の制服を脱いだ後、中根は語学力を頼りに働き口を探した。米軍 PX の日本総支配人、米国貿易協会、ニコライ学院教授、川崎技術専門学校教授、ロシア、英、独、フテク、すべての言語を駆使した。外交の表舞台を去っても、中根は語学の天才のままだった。1975年、中根は仕事を辞めて日本に戻った。ここで不思議なことがある。中根はカウナスでの出来事を家族にすらほとんど語らなかった。独占人を救った話も、腫れ上がった手で書き続けた話も、駅のホームで頭を下げた話も、すべて自分の胸の中だけにしまっていた。子供たちは父が何をしたのか長い間知らずに育った。私は人間として当たり前のことをしただけだ。中根にとってそれは誇るべき手柄ではなかった。語る必要のある特別な何かでもなかった。ただ静かに自分の信念を生きた一人の日本人だった。イスラエルから来た一人の外交官。AI で色を入れてみる。1968年、駐日イスラエル大使館に新任の参事官が着任した。イシュエル・ニシュリ。彼はカウナスで中根に救われた一人だった。ニシュリはずっと中根を探していた。戦争が終わってからの28年間、ヨーロッパからアメリカ、そして日本へ。カウナスで救われた者たちは、あの一人の日本人外交官の名を誰一人忘れていなかった。長い時間をかけて、ニシュリはようやく中根の居場所を突き止めた。ある日、東京の中根の家を訪ねたニシュリは、ボロボロになった一枚のビザを差し出した。28年前、カウナスで中根が書いたビザだった。ニシュリは中根の手を握り、声を震わせた。私たちはあなたを忘れていなかった。あなたが書いたこのビザのおかげで、私は今、ここに生きている。私の家族も、子供も、孫も生きている。中根の目にようやく光が戻った。外務省を追われ、戦後の苦難の中で、自らの行為を語ることもできなかった男。その男が28年ぶりに知ることになる。カウナスで書いたビザは、ただの書類ではなかった。そのビザの先で、確かに6000の命が今を生きていた。ラクダの背に乗る二人の日本人。AI で色は必要ない。もう色がある。1969年12月、イスラエルの砂漠。中根と息子ノブキ、ベドイン人の案内で聖地の風景を見渡している。29年前、命のビザを書いた男が救った人々の祖国の地を自らの足で踏んでいた。その同じ年、中根はエルサレムを訪れ、ゾラフ・バルハフティックと再会した。二人は固く抱擁し合った。1985年、イスラエル政府は中根に諸国民の中野義人の称号を授けた。ユダヤの民が自らを救ってくれた異邦人に贈る最高の栄誉である。エルサレムの丘に杉原中根の顕彰碑が建った。リトアニアには杉原通りができ、中根記念碑が建った。岐阜県八百津町には杉原中根記念館。福井県敦賀には人道の港、敦賀ムゼウム。世界が一人の日本人の良心を称えた。1986年、中根は86歳で生涯を閉じた。晩年、中根はこう問われた。なぜあの時、外務省の指示に背いてまでビザを書いたのかと。中根の答えはこうだった。私は人間として当然のことをしただけですよ。国のために働く外交官として、見栄誉れも地位も全てを捨てた。それでも人として正しいことをしたというその一言だけを中根は最後まで誇った。2000年、河野洋平外相の下で外務省は中根の偉業を正式に称えた。外務省の壁に中根の顕彰プレートが掲げられた。国家の命令に背いた一人の外交官は半世紀の時を経て
日本国の誇りとなった。1940年、リトアニア、カウナス、杉原中根の前には2つの道があった。外務省の命令通り、規定を盾にビザの発給を断る道。そうすれば、外交官としての立場も家族の暮らしも何も失わない。却下のスタンプを押すだけで責任を取らずに済む楽な道だった。もう一つは、命令に背いて独断でビザを書く道。職を失い、家族を路頭に迷わせるかもしれない。すべてを失う道。杉原が選んだのは後者だった。杉原は自身の手記にこう書き残している。苦悩、煩悶の挙句、私はついに人道博愛精神第一という結論を得た。職をとして忠実に、外交官として国の指示に従うべきか、人間として目の前の命を救うべきか。何日も眠れぬ夜を過ごした末に、杉原が出した答えがそれだった。決断の朝、妻の由紀子は夫にこう告げている。ここでやめたらパパはきっと後悔なさるわ。由紀子は夫を誰よりも知っていた。命令通りに従うことは確かに何も失わない楽な道だった。しかし目の前の命を見殺しにすれば、杉原は一生自分を許せなかったはずだ。職を失う痛みよりも、家族の生活が崩れる怖さよりも、自分自身を裏切って生きていくことの方が彼にとって耐え難かったのではないか。由紀子の一言はその本質を見抜いていた。カウナス駅のホーム、最後の発車の時、ベルリン行きの列車の窓から杉原は最後の一枚まで書き続けた。列車の動き出した後、ホームに残ったユダヤ人たちはこう叫んだ。万歳、万歳、万歳日本。あなたは命の恩人です。私たちはあなたを忘れません。杉原が受け取ったたった一つの報酬だった。国家の命令に背いてでも目の前の命を救った日本人は杉原一人ではない。その2年前、満州オトポール駅で樋口喜一郎少将は約2万人のユダヤ難民を救った。ドイツからの抗議も上層部の圧力も樋口は跳ねすりぞけた。戦後、内蒙古では根本博が武装解除命令に背いてソ連軍と戦い、邦人4万人を守り抜いた。時代も場所も違う3人の日本人。共通点はただ一つ。国の命令よりも自分の信念を優先したということだ。そして杉原のビザを手にした難民がたどり着いた福井敦賀港。そこには見知らぬ外国人を温かく迎えた市井の日本人たちがいた。銭湯を開放し、食料を持ち寄り、子供にリンゴを差し出した人々。国の方針がどうであれ、目の前で困っている人間を助ける。それが彼らの当たり前だった。外交官、軍人、そして市井の人々。立場は違っても同じことをしていた。ここで私たちが考えなければならないことがある。この国の歴史において信念を貫いた人間はいつの時代も少数派だ。多くの日本人は命令通りに動く。ルールに従えば責任は問われない。空気を読んで上に従えば出世できる。太いものに巻かれろ。マニュアル通りにやれば無難。それがいつの時代も日本社会の多数派の選択だった。しかし歴史を動かしてきたのはその多数派ではない。ルールを疑い、自分の頭で考え、信念を貫いたごく少数の人間たちだ。これは80年前の遠い昔の話ではない。今を生きる私たちにも同じ問いが突きつけられている。会社の命令通りに動けば出世できる。空気を読んで上司に従えば波風は立たない。そして何より上の命令に従っている限り、結果が悪くても責任は自分のものではなくなる。うまくいかなければ上のせいにできる。それは確かに楽な生き方だ。そうやって自分の責任を誰かに預けた生き方を私たちは選んでいないだろうか。杉原千畝は特別なヒーローではなかった。岐阜の田舎町に生まれ、父と対立し、貧しい学生時代を送った。ロシア語を学び、外交官になった一人の日本人だった。ただ彼は自分の信念に正直だった。そしてその信念に背いて生きることの苦しみが、職を失う痛みよりも大きい。それを彼自身が分かっていた。私は人間として当然のことをしただけですよ。晩年、千畝が残した言葉だ。
そこには孤児も美談もない。自分の信念に従って生き抜いた人間の静かな確信だけがあった。イスラエル、エルサレムの丘にチューネの名は今も刻まれている。諸国民の中の義人として、職をとしても信念を貫いた一人の日本人として。カラーで蘇った写真の中に彼らは確かにそこにいた。杉原中年、樋口喜一郎、根本博士、そして敦賀の市政の人々。太いものに巻かれず、自分の頭で考え、信念に従って生きた少数の日本人たち。私たちは自分の人生を自分主体で生きていけているだろうか。彼らの生き方はそんな問いを静かに私たちに残してくれる。今日も最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が気に入っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。